2は種ごみ。私も反対の別盛りのつけ天にカツ丼に四天丼、エビは半分にカットしてください。おかわり1枚。回します。カツ丼1杯。お一人様で中の付け合い鴨に親子。中の付け合い鴨に親子。先代の母が開業したんです。昭和25年に。はい。うちは日本そば屋なんですけど、先代の母は戦争の時の後にカツ屋をやってたんです。そば屋になった時はカツにうるさかったんです。それで変な薄いカツはダメだっていうことで、カツを自分でね、職人さんに普通のそば屋のカツ丼じゃダメだから、こういうふうなカツ丼に仕込んでくれっていうことで始まったんですよね。無理だね。そうします。中1杯。差がある中での代替わりじゃないですか。次につなげていけたらいいなと思うんですけど。
っかりやられてるところももう少ないからすごいですよね。そうですね。相当古いですよね。これ相当古い。もう朝だけ。朝だけですか。この一発で大体船12ぐらいできるので、船大体1で10人前なんですよ。この一発で120人前、120人前で20。朝そば作んないことには商売にならない。もう長いんですか？この仕事は。僕で10年ちょっとですね。そうなんですか。はなんか腰とか痛くならないんですか？い。いや、お蕎麦屋さんは大体みんな腰痛持ちでしょ。そういうことですね。はいそういうことですよね。お蕎麦屋さんで腰痛くないっていう人はあんまり聞いたことない。やってない。大体お蕎麦屋さんというかお蕎麦やってるとこはみんな腰痛持ちじゃないと思う。気待ちにしたってね、前かがみで。寝入りにしたって何にしたって体が重労働ですよね。まあそのお蕎麦屋さんでまあやり方っていうか、はいはい。全部違うだろうけどね、100% 手打ちだったりこうやってミキサーの手借りたりだとか機械の手借りて半々だったりだとか、あと今いい機械ができてるから、はい。よくそれを入れてやればもう入れてやれば全自動みたいな。圧力プレスもかけてくれるし、そう麺も切ってくれるし。あとは製麺所、あそこと契約して好みのっていうか自分のとこではこういう扱いたいんだって、こういうものを扱いたいなって言って作ってもらって
納めてもらってっていうのも、まあほとんどそうですよね。はいそれお客さんのところに要望で作って納めるだけっていう。やっぱこうやって手打ちでやってる理由があるわけですよね。まあねブレンドっていうかそばの配合みたいなブレンドもあるだろうし、お店によってねお蕎麦やっぱりみんな違うと思うんですよ。はい。味っていうか。そば粉も2種類ぐらい使われてるんですかね。ここはそうですね。ブレンドをしてますね。すごいですよねはい。ブレンドですね。あれで大盛りだと8人しか取れない。ああ結構。みんなあっという間に食べちゃいますもんね。こんだけ大変なんです。細かい鰹節こしてるんですよ。砂みたいなカスみたいな。カスを。もう一回最後また違う布でこしますけど、その折りが溜まっちゃう。こういう細かいこういうやつ。はいはいはい。最終的に。こ
大体どのくらいとかあるんですか、重さとか。そうですね、大体決まってます。300から300ぐらい。300ぐらい。でも実際はもうちょっとあります。ありそうですよね、なんか。350ぐらい。これで大きいのとちっちゃいのがどうしても出るんで、それを合わせるっていうのが多いです。2切れと3切れを合わせるみたいな。あ、なるほど。あ、最後調整しますもんね。はい上がった後。カツ丼にないのも結局汁が、あ、そういうことですね。そこみんな知らない、気がつかないけど、やっぱそば屋のカツ丼ではこの汁が主題だから、これで煮るわけですよ。結局これがないとかカツ丼ができないですよね。じゃあ汁を楽しませてるような感じなんですね。お蕎麦屋さんって。結構煮ますからね。親子丼とかその卵丼みたいなのも全部あ、じゃあ汁なんですね。八百勝の時も持ってきてたけど。そういった開ける機会もあるんですね。そうです。すごいですね。もう缶切りみたいなのでこんなの開けて1じゃ開けられないんです。どうしてもコシが出ないんです。ちょっとごま油として風味と白締めっていうこれ大豆の油なんですけど、でこれ今香り付けとあれでごま油を少し出して。天ぷらの主役ですね。そうですね。すごい大きいエビですね。これがさばくともっとでかく。はい、一品でおひたしって、はい。キノコのおひたし。キノコのおひたし。はい。頼んでます。
日はやってやるもんだ。今日は週1回だから、そんな簡単なのじゃない。あ、牛丼よ、牛丼だ。はい。大小つけて。
柴山さん醤油一杯でした。母が蕎麦屋をやるのに全国回って歩いて、昔の蕎麦屋っていうのはざる蕎麦とか盛り蕎麦とか冷たいせいろでもって、はい冷たい汁で食べる、はいであとは天ぷら蕎麦とか、はい天ぷらもんだったら丼であったかいのだったわけです。そうすると天ぷら蕎麦だとお蕎麦がしこっといかないんです。柔らかくなってでざる蕎麦だとしこっとはするけど物足らない、ざるだけじゃ物足らない、なんかいい方法はないかっつって昭和25年から商売したから34、5年にはいつけて食べる天ぷらそばにしようっつってつけ天を考案したんですよ、はいで全くオーソドックスにつけて食べる天ぷらだからつけ天っていう形で、ただ職人さんはざるそば盛りそばはつけて食べるのは冷たい汁、あったかい汁なんて邪道だっつってこんなもの売れないっていうのが最初だったんおっしゃっです。てたんですか。だけどうちはおなじみさんが多いからメニューに載せないでお客さんちょっとこれ食べてみてくれるっていう感じでしたこれお母ちゃんいけるよっていうことでそこからが始まりですね。だから今のおよそでつけ麺とか天盛りとかいろいろありますけど本当にうちが元祖なんですよ。だからそういう感じでうちはつけ天がメインだったんです。かけにミニ牛丼。大カツ丼一杯。大カツ丼一杯。そうします。オール大で関大のつけ天に盛り、幕でカツ丼2杯。大一杯。カツ丼一杯。カツ丼一杯ご覧ください。一枚一枚の厚さがこんなにあるから、多分今言ってたような親子みたいなこの縦の方のやつだと収まりが効かないんですよ。なるほでちょっと多めの汁でしっかりと浸しながらグツグツしてあげないと肉自体にも火が通らないんで。肉も大きいんでこう黄身を交互にこうずらしながらしみるように。しみる面をちょっと増やしてやってやらないと。そうします。週2杯。週2杯。
ヤックスの上天丼にカレー丼、大つけにカレーコンご飯。はい。おかわり2枚。こうなると簡単になる。冷たいやつ。これがミックス。ミックス。これ種もみ。これおかわり。おかわり？おかわり。黒みつきとか。これがうどんとか。うどんとか。大あー上天丼とかで上とか書いてありましたね。そこが天丼、ヤックスの天丼で、こっち上って書いてある。これが普通に、これミニ天丼だけど、裏返すと上天丼。違うんですか？あ、意味があるんですよ。それを覚えない。そうします。関内でヤックスで超いっぱい。おかわりです。あ、ごめん、ごめん。ごめん。そうします。お一人様で森にカツ丼。森に。そうします。第一杯。第一杯。
いください。はい。ボールはここじゃないです。こっちです。お待たせしました。どうぞ。ご飯がありがとうございます。温かいお茶もご用意できます。お持ちしますか。大丈夫です大丈夫ですか。どうぞごゆっくりどうぞ。そうします。ミニ天丼一杯。ミニ天丼一杯。みたいな。そのつけてにざるマクでミニ天丼一杯。だから綺麗なんですね。掃除してるから。綺麗を保ってそうです。まあ忙しくても毎日必ずやるようにはやるんです。お客さんがかけたタイミングで。気に入ればね。全部汚れてると汚れも目立たない。ちょっとの汚れが目立っそういうのお客さん知らないと思うんで、ちゃんとこう紹介しておきます。そんなのは大丈夫。の正面なんですよ。でここに松がこうかぶってたんですけど、結局排気ガスでやられちゃったんですね。
これがみこしの松だったんです。これが先代ですね。カツレツ。すごい。これが私がお母さんの15の時。綺麗ですね。いやいや。あそこにも飾ってありましたね。そうそうそう。こんなん運んでたんですね、じゃあ。そうですよ。出前。母はね、明治の人だからね、はい。女は学もいらない。愛嬌と一生懸命働ければ食べるのに困らないから。まあそうですね。で一から覚えろっつって洗い場から出前から順番に全部覚えさせられて、でフロアをやったり全部覚えてからまあ私はなんでこんなに姉がいたんですよ。はい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 。私にで姉が跡取りだったんで私は出ていく身だからどんな人と結婚するかわかんないし食べるのに困らないように、はい、腕に仕事でも何でもできるようにつって一からそれこそ下積みから教わって、はい、で全部できるようになってから自分では姉さんは何にもしないで私だけなんでこんなにこき使われるんだろうなんて思ってたんですけど、はい、結局姉さんはあと体壊してあと取れなくってでお店をやっぱり閉めるということだったんですよ、私が結婚しちゃってっからそれで、まあ、そうですね普通はそうですよね。結婚しちゃってっから母が私が主人と相談して、はい、私がじゃあお店を守るっていうことで始めたのが子供が幼稚園の時だったんです。大変でしたね。そっからやったんだよ。もう大変でしたよ。してんのは全部教わってるから。そうか、一回やってるから。そう今の涼介みたいにポンと入ってきたわけじゃないから職人さんがやっぱり50代60代の人で私は30代だったんですよ、はい、母が亡くなったのが引き受けて1年2年ぐらいでもうがんで亡くなったんですけどねで30の後半にドーンと10日間ですよ病院行ってお医者さんが、あっという間ですね。そうだから10日間で何にもできないわけですよ。だから亡くなった時に涙も出ないしこの所帯をどうやって背負っていこうかっていうことで涙も出なかったですね。でその四十九日の納骨の時本当に悲しくなってさめざめと泣きましたけどそれまではここを守らなきゃっていう感じで必死でしたね。だからそういう宿命で私は教わったのかななんて思いますよ。今おかみさんが2代目でそうです岩瀬さんが3代目私がもう81なんでもうね自分の限界があるんで本当は75の時に店を閉めようと思ったんですよ。なぜかって言ったら私娘2人女の子なんで、はい、跡取りがいないんでそれでまあもう75になったらあと少し家族会議を開いて、はい、でもう5年で80になったら店を閉めるとでその80になってからバタバタしてもしょうがないから75の段階そういうことです75の段階で閉めることの準備をして従業員にも迷惑かけますからねでそういうので5年前に家族会議を開いてでお店を閉めようと思うって言ったらその今の3代目がまだ大学行くか行かないかぐらいの時だあそうかお前がついてくれんなら私も頑張るあと5年頑張るよっていうことでじゃあ継ぐんだったら大学卒業したらよそって行って修行してこいってだけど蕎麦屋の修行してもダメなんですよ、はい、なぜかって言ったらうちのやり方がありますから、はい、他行って変なの覚えてきても困っちゃうからだから和食の、はいおつまみとかそういうものができるような、まだまだ若いじゃないですか、はい、だからすごいなって思いました。そうなんですよだからありがたいなと思って、そのね25、6でもって自分が継ぐっていうことを、ね、思ってくれるっていうのがねだってホールで働いてる方とか、はい、調理場で働いてる方も上の人が多いじゃないですかね。そうですね、先輩というか、はいだから私がまだいてあげないとやっぱり中間どころサンドイッチになってるから
そうやりまあ仕方ないですけどね。だから元気でいるうちは私がね、フォローするっていう感じで。素晴らしい。ただ後継いでくれるって言えば私も安心ですからね。そうですよ。お客さんの思い出の場所でもありますからね、門平さんが。うちはだから親子2代だ3代だ4代だっていうお客さんが多いんですよ。73年になりますからね、この商売やって。だから私を若い頃から知ってるお客さんがもうお父さんいいお父さんになったりおじいちゃんになったりして子供を連れてきてくれるとか3代ぐらいでお孫さん連れてくるとかっていうね。だからやっぱりおかみさん元気でいるっていうお客さんが多いんですよ。だからやっぱり元気のうちは商売こうやってしてようかなとは思って。今後としてはこう3代目が岩瀬さんが頑張ってくれるといいなってことですよね。そうですね。頑張ってどこまでね、みんなで盛り上げていくそういうことですよね。私もいつまで元気でいられるかわかんないけれど、あの子がやっぱりみんなに慕われる、いい旦那でいられるように見守りたいとは思うんですけどね。おかみさんと結構今話してたんですけど、凌介さんがいてくれてよかったみたいなことずっとおっしゃってて、息子みたいな、孫じゃないですね。そうですね、孫なんでちょうどおかみさんと自分との間の人がいないので、年が差がある中での代替わりじゃないですか。おかみさんからするとできるだけフォローして頑張ってもらえるといいなみたいなことですね。自分が元気なうちだみたいな、そうです言ってましたけど、元気なうちにいろんなことをおかみさんから吸収して、どんどん次につなげていけたらいいなと思うんですけど、あと10年20年は頑張ってもらいたいなと。じゃあ安泰ですね。2人は甘えるところは甘えて助けてもらって、でも間違ってるっていうところはしっかり厳しく教えてもらえたりすればありがたいかなとは思うので。ありがとうございます。こういうの普通のお客さんも知れないんでよかったです。知りたいですかね。